スープの野菜を美味しく食べるならこの方法。皆さんこんにちは。いろいろ試してみて野菜を美味しく食べるならこの作り方が一番だとたどり着きました。愛のスープはファイトケミカルがより多く汁に溶け出す作り方です。ですからどうしても野菜は出がらし状態になってしまいます。この方法は野菜の歯ごたえがあり、野菜にもうまみが残り、そしてスープも美味しい作り方です。何よりもいいのはこの作り方をマスターすると食卓に野菜メニューがあふれることです。その本当の意味は本編で詳しく。私はこのスープを恋のスープと呼んでいます。愛のスープが水をたっぷり加えて作る作り方なら、水を加えない、もしくは加えるとしても少量の作り方は愛に対抗して恋やなと思って勝手につけて楽しんでいます。私はスープをよく食べるようになって顔色が良くなり、便秘も治り、今のところの不調は物忘れがひどいことでしょうか。近々脳のお掃除スープも考えているところです。では恋のスープを作っていきましょう。愛のスープと同じ材料で作ってみます。キャベツ、かぼちゃ、玉ねぎ、人参ですね。愛のスープの時は鍋に切った野菜を入れて水を加えましたが、恋のスープは順番に野菜を重ねていきます。この4種類の野菜の中で一番下に出るのはキャベツです。一番水分の出やすいのが下と覚えていただくのもいいですし、土の上になるものは鍋の下、土の中にできるものは鍋の上と覚えるのも覚えやすいかもしれません。恋のスープは鍋の下と上にほんの少し塩を振ります。何グラムと言えないほどの分量です。野菜のうまみを引き出すためです。キャベツの後、かぼちゃを切って入れていきます。この冬の時期、かぼちゃの国産を見かけなくなるので、無理に入れなくてもいいですし、冷凍を使うのも手ですね。次は玉ねぎと人参を重ねていきます。どちらも土の中で育つ野菜ですね。ここで迷いました？どっちを先に入れるのか。より深く土の中に潜っているものを上にします。ここで質問です。玉ねぎ、人参、ごぼうの3つなら一番上に来るのは何でしょう？そうです、ごぼうです。一番土の中の方まで潜っていますよね。でもそれほど厳密でなくていいんですよ。私も適当に重ねることも多いです。すべて野菜を入れたら塩をまたほんの少し振って弱火にかけていきます。20分から30分で火は通ります。そこでお好みの量の水を加えて煮立ってから5分ほどすると出来上がりです。水の量はお好みに合わせて加減していただいたらいいのですが、具材がゴロゴロする少なめの水加減が私は好きです。ではなぜ野菜が美味しいのでしょう？鍋に野菜を入れて弱火にかけますので、すぐには鍋の中は高温にはなりません。野菜を50度から60度の温度を保つ時間が長いと、柔らかくなりにくい性質のペクチンがいい働きをします。ペクチンは植物の細胞壁に存在していて、細胞をつなぎ合わせるセメントの役目をします。どんどん火が通り、鍋の中がより高温になってもクタクタになりにくく、火は通っているのに程よい歯ごたえが残ります。だから恋のスープの作り方だとかぼちゃや芋も煮崩れしにくいのです。野菜を加熱すると酸化反応が起こります。そして体には良くない過酸化脂質が発生しやすくなります。でもこの蒸し煮だと鍋の中は水蒸気で満たされていて軽い密閉状態なので酸化しにくく、高温で加熱するよりははるかにビタミンが壊れにくいといういい点もあります。注意点としては、火が強すぎると水蒸気が外に逃げ熱効率が低下してしまいます。ぴったりと閉じる蓋をして密閉した状態で加熱すると、野菜や鍋肌の温度の低い部分に触れた蒸気はまた水分に戻って鍋底に落ちてもう一度水蒸気になります。
ほんの少しの水分で効率的に加熱できるのはこの好循環が起きているからです。慌てている時、時間がない時はついつい私も火を大きくしたくなりますが、蓋から蒸気が外に逃げてしまい、熱が無駄になって早くできるどころか水分がなくなって野菜には火が通っていないのに焦げることになります。鍋から蒸気が出過ぎない火加減にするのが効率もよく美味しく作るコツです。使われる鍋によってはどんなに火加減を注意しても鍋底が焦げる時もあります。そんな時は大さじ 2,3 杯程度の水を加えるのもいいと思います。また鮎のスープの時は大きく切っても大丈夫なのですが、すぐ火が通るキャベツを除き少し小ぶりに切る方が火が通りやすく焦げにくいように思います。そして水を加えてスープを作るとき、うまみと栄養素がこの汁に凝縮されています。これを大事にすべて使い切ってくださいね。私はいろんな野菜組み合わせで鯉のスープを作ります。基本の4種類や、これはしめじ、白菜、昆布、人参、こちらは舞茸、レンコン、人参、ごぼうです。大鍋でたくさん作り、スープで食べるとき1食分と水を小鍋に入れて温めて食べています。水を加える前の状態で密閉容器に入れ冷蔵庫で保存すると 3,4 日日持ちします。冷蔵庫に保存するときも水分が入っていないので、大量に作ったつもりでも量が減り場所を取りません。いろんな麺料理の付け合わせはもちろんホットサラダとして食べたり、このスープの残りは鶏肉と再度加熱して筑前煮風にしてみようかと考えています。これは大鍋の半量をサバ缶を加えてかす汁にしました。鯉のスープの素があればスープや味噌汁にもおかずにもとても便利で食卓が豊かになります。では最後に基本の鯉のスープの素を使ってふわとろオムレツを作ってみましょう。小さなフライパンにサラダ油とバターを適量熱します。卵を2個、塩コショウをしていますよ。フライパンに流し入れますね。ここで火を通しすぎないのがポイントです。全体に混ぜて加熱して、このくらいのトロトロ加減で火を止めます。あとは鯉のスープの野菜の上にのせますね。上からケチャップをかけていただいたらいいのですが、私はなかったので冷凍していた手作りミートソースをかけます。これの作り方はこの動画を見てくださいね。15分もあれば簡単にできるソースです。冷凍のパセリを散らして出来上がりです。最後までご覧いただきありがとうございます。いいなと思ったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。